皆さんこんにちは。エースコンバットシリーズブランドディレクターの河野です。エースコンバットチーム、メガモデル担当の二宮です。よろしくお願いします。株式会社バンダイナムコスタジオのアートディレクター菅野と申します。どうぞよろしくお願いします。25周年延長は25周年が悔しかったからですね。25周年って言っていろいろ企画してたんですけど、全部コロナの影響で飛んじゃったんですよね。なので逆襲撃？私たち開発スタジオそのものもみんなテレワークに移行したりとかしてできることじゃあ何があるかって考えて出てきたのが、ダウンロードコンテンツだったり、寿のプラモデルをリリースしたりとか、着実にエスコンバットを楽しんでいただける方々を増やしていきたいっていうのが去年のある意味での過ごし方だったかなと思います。いわゆる最初の、1弾から第6弾まで、各機の ADF シリーズのリリースから3つのスペシャルミッションがリリースされた、その後からですね、その後からのリリース計画っていうのはちょっといろいろ入れ替わりがあったっていう感じですね。やっぱり緊急事態宣言とかでそれの影響もありまして、この企画はもう少し早めに持ってこようと入れ替えをしてましたね。まあいろいろあったけどまあ頑張りました。まあ DLC コンテンツで特にやっぱ期待好きっていうのはずっと作ってきて、まあ個人的にはたくさん期待作れて、そして好きにたくさんできて、それをなんか皆さんにお届けできたっていうのはすごい、まあ自分としては嬉しいっていうのもう本当にその一言です。もう自分も戦闘機好きなんでやっぱたくさん作りたいっていう、もうそれはもうファンと心一体化してよりたくさん作る、よりいいものを作るっていう方向で進めてますね。ちなみに全然なかなかメディアに登場してくれないんですけど、二宮さんはエースコンバット15周年15年間、戦闘機を支え続けてくれているリードの方で、大学のクラスメートです。どちらの大学ですか？大学は神戸の、芸術工科大学なんですけど、クラスメートの時はほぼ喋ったことがないんだよね。そうですね。まあ派閥が違ったの。派閥が違ったもんね。派閥っていや専攻が違ったって。なんかイケてるグループだったのね。そっち。逆ですね。河野さんはイケてる。いや僕たちはイケないというか、まあ目立たないすごい学生生活を送る方ですね。勉強はしない方でしたね。なんかあれなの、丸太1本を渡されてなんか作れっていう課題があったのね。すんごいの作るんだよ。木材1本から造形で、まあ多分これが今の戦闘機の造形につながるっていう話にしたいんですけど、ちゃんと板裁断してあれ曲げたりとかもして、曲げて切ってとかそういう感じ。そうだよね。でそれをヤスリで磨いて、もう本当彫刻家なの。いやまあそこまでいかないですね。俺その時その丸太3枚に下ろして繋いだやつをそのまま出してすごい最低点取ったんだけどあれ最優秀賞だったでしょ。一番いいのはもらい褒めていただきましたね。神戸芸工大っつったらもう本当泣く子も黙るゲーム業界の重鎮の方々の出身校ですよね。そんなこと言ってるのは本当ゲーム業界だけだと思うよ。横太郎さんですとか。横太郎さんとかね。太郎さんは一つ先輩なんだよね。ですね。まあちょっとあんまり言及できないんでいろいろ喋ると殺されちゃうんで当時はそんなに絡みはなかったわけですか？全然なかったですね。なのでニノさんうちの会社入ってくるのぐらいでしたね。まあたまたま転職して、まあ何度かお世話になって、まあ一つゲーム作った後に、まあ要は何も仕事なくなったんで、河野さんお願いします。エースコンバット入れてくださいって言って、そっからの縁で、全然ですよ。いや本当にメール出しました。めっちゃ問題児だったから皆さんでメール出して入れてもらいましたね。そっから縁というかもう一回縁が復活というかでずっとやらせていただいてる。立派になられて
エースコンバットに関わる前からやっぱ戦闘機はお好きだったんですか？そうですね、ミリタリーものとかそういうのは好きだったので、たまたままあゲーム業界入った時のまあ目標というか、やっぱエースコンバット作りたいっていうのがあった。いや本当ですよ。俺本当ですよ。いや3つ目標がありまして、要は最初エースコンバットを作りたい。まあ他社さんですけど、まあロボットものを作りたい。あとはファミ通に乗るっていう。ファミ通に乗る。それ実現したんですか？そうですね。3つを目標にやってきたんで。じゃああとロボット。ロボットものですね。はい。そうですね。二宮さんはまあもちろん長くエースコンバットのメカを担当してくださってるんですけども、やっぱりその細かいところ忘れない方ですね。僕とか河野とかがだいたいゲームの全体像のところを作るところを仕事して、二宮さんは絶対にデータ的に間違いは起こさないとか、こういう組み合わせとかを必ず実践達成できるようにするとかっていう仕組みをちゃんと考えてくださってる人ですね。でも F14 のコックピットのピン抜き忘れてたじゃん。それはね、そうですね。誰にもあります。そうです。そういうところの教訓により細かいところまで見ていって次の世代につなげるっていうモデルを作りながらエースコンバット資産を作っていってます。資産ですね。ゲームのデータでなくて前向きだ。エースコンバットの資産を。まあでもあれ良かったんじゃないの？お客さんからそのそうですね。抜き忘れてるよって言われてこうお客さんとコミュニケーション取りながら作ってるっていうね。新しい感じでしたね。そういう SNS からの投稿とか、まあ、そういうご意見いただいて、今度こうしようとか、これ間違ってたんだっていうので、より戦闘機のなんだろうな、そういう深い部分っていうのをちょっと探っていけることができたんで。ライブ感のあるね。そうですね。制作をね。そうですね。なので今ダウンロードコンテンツリリースされると、公式のツイッターとかに「加納さんこういうところちょっとミスってました」みたいな感じのことを教えてくださるファンの方々がいらしてあちゃーって思う反面やっぱりありがたいですよね、そういうご指摘いただけるっていうこと。戦闘機ってジャンルもあれですけどすごい熱心なファンが多い印象ですよね。制作側としてはなんかそういったプレッシャーが感じられてたりするんでしょうか？実際にその戦闘機そのもののオーソリティでいらっしゃる方々っていうのはたくさんおられますし、でそういった方々からのご指摘っていうのもあると思うんですけども、そういった方々の知見っていうのを僕らが吸収して、でよりじゃあ飛行機好きになる機会チャンスっていうのはどういうところにあるかねとかっていうところで今回の今リリースが予定されてます実験機セットとかいったものにもつながりましたね。もう出たらしい。出たんですね。はい、実験機セット、絶賛発売中です。実在機の3機体が DLC で配信されましたけど、要望が多かった機体を優先している感じでしょうか？要望を今回揉めたぞかなり。今回揉めましたね。今回そうですね。いろいろともともと予定していたものもあったんですけど、そもそもこの DLC ある予定だったっけ？ありますが、DLC はありました。機体は違いましたね。そう、機体もともと違う機体だったんですよ。もともとやろうとしたものとは変わってますけど、個人的にはチーム的にはエースコンバットの中でインパクトのある形状の機体、なおかつ実在機、実験機なんですけどをやるっていうのは前からあって、でその中でその人気高いっていうのでものも選んでるっていう状況と、ゲーム的にはやっぱアタッカーが少なかったんですよね、セブンって。そうか。だからそのアタッカーを増やしたいっていう要望もあったので、じゃあこの機体でいきましょうっていうのと、あと過去のスキンで出てないスキンでなおかつ有名なスキンがあったので、有名なスキンってあるの？エースコンバットゼゼロでウウィザードとですね、ソーサラーも出したい。じゃあもうこの機体ですよねっていう。なるほどね。結構一致はしましたよね、チーム内で。じゃあそこは整合性取れてる。そうですね。人気ある過去のスキン、なおかつゲーム的にアタッカー欲しいっていうのでこの機体になったっていう。はい。プレイヤー値としては SMTD はインフィニティに行った気がしますけど、F16XL とあと FB22っ
ってエースコンバットってこれまでプレイヤー機体としてありましたね。インフィニティでもありましたね。エースコンバット5からありましたね。SMTD もなんか出すまで許してくんないよね、ファンが。そうまあこれそうです。かっこいいですかやっぱ。本当にこれを設計した人は中二病だったんじゃないかって思うぐらいの要素てんこ盛りですよね。だって全身欲でこそないですけども、カナド F15 にカナドつけりゃかっこいいじゃんっていう風にかっこいいじゃんっていう風に決めたからとしか思えないですよね。そうだと思う。もともとなかったものですよね、カナド翼が。お尻にあるこういったベクターノズル、これの技術的な成果っていうのが将来的にラプターに F22 につながっていくっていうところも含めて、なんつったらいいんでしょうね、非常にカスタマイズ好きというか、今あるものをより良くするっていうものの欲求に非常に素直ないいデザインだなと思っていますね。じゃあこの3機はそういう整合性でやることはやれたって感じじゃないですね。そうですね。ファンの人にも許してもらえたって感じなんですね。いや、言う人のまあそうですね。期待に応えたって感じ。期待に応えて。ちなみにまだ俺のところには F117 はいつ出るんだってずっと言われてる。117も候補ですよね。なんかね。F16XL もだいぶ特徴的なシルエットしてますよね。デルタ翼に位置する航空機なんですけど、もともとはね高対角の通常の戦闘機、それがデルタ翼に変わっちゃったっていう、そういうダイナミックな形状の変化っていうのが非常に魅力の機体ですね。やっぱ翼の形変わると F16 ってこんな形してたっけってそうなんですよ。感じに全く新しい戦闘機に見えますね。そうですね。実験機ってさ、そんなになんか公表されてるデータないんでしょ？ないんですけど、まあネットでも探してっていうの結構苦労しますね。意外に実験に苦労しますね。ググって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 、はい。もうコックピットとかどうして？コックピットもまあ既存のものからのおそらく理由だと思うので、それもググってっていう感じで、まあ、日々も電車の中でも探すっていうそうですよ。通勤中でも探しますからね。いい画像、そうこの部分の画像、ここがノズルのこの部分あるぜみたいな、ギアのこの部分がここにあったっていうのを結構もう毎日探してますよ。やばい生活だね。まあそうですね。本当暇があったらもう常に画像を探すっていう。ファンの人にいい画像あったら送ってくださいって言っといたそういうのも方がいいんだ。ここにいいのありますとあればね、送ってください。じゃあ細かいところは仮説だったりとかこう推測を重ねて作っていくわけ。そうで菅野さんチェックを受けるんだとかですね。結構ギア周り大変ですよね。そのギアのアニメーションとか可動部分って結構意外にはないんですよね。可動部分の動画とか、最近は YouTube があるからいいんですけど、そうだよね。可動のどの軸で曲がってるとか回ってるとかっていうのがなかなかないので、ちょっとフラップこれ動かしたら食い込むよねとかそういうのがあるので。僕ら一番最初にエースコマンド作り始めた時とかってさ、インターネットも怪しいじゃん、はい、だって YouTube なんて絶対ないしさ、どうやって作ってたのって思うぐらいさ。そうなんですよ。これですよ。その当時は本当アナログで世界の傑作機シリーズなんか200ページ全録 F22 とかそういう感じです。そう考えるといい時代になったよね。そうですね。まあ探せば探す手間が結構ありますけど。まあでもいろんな人がそういうものを見れるようになっちゃったからここ間違ってるっていうのも指摘も鋭いのが来るわけです。でもなんか話聞いてると戦闘機作るところも楽しそうだよね。まあそうですね。やっぱいろんな形のものがまあちゃんと整合性を持って、まあ、動いてるとかそこに存在してるっていうまあ結晶じゃないですか戦闘機って。まあその 3D モデルそうなんですけど。なんかふっと大学時代に戻った今。そう今ふっとそうなんです。結局やっぱ形ってやっぱ意味あるものなので、そこの集まりなんですよね。やっぱ戦闘機って。大学時代本当立体物だったじゃん。はい。俺 2D ですね。グラフィカルだったんで、ああニノさんだわって今すごい。このね FB22 のねダイバータレスインレットっていうインテーク形状とかもね
なかなかふくよかなものをお持ちですよちょっとエロい目で見てる結構戦闘機ってそういう瞬間時々ありますよね。まあでもラインがセクシーだなとかって思うのはあるよね、はいカクカクしてるところに突然現れるこんな柔らかいラインとかもうあれですよ本当だから今回の TLC お買い求めいただく方々って本当筋金入りの戦闘機ファンの方々になるんだろうな選ばれし者になるんだろうなと思いました。普通だったらねダウンロードコンテンツとかってもっと広く浅くとか皆さんご存知のキャラクターとのコラボレーションとかっていうところになりがちなんですけどよく英断しましたね、もうネタがだんだん尽きてあまり正直に言わないまあでもこれで大体網羅できたんでしょ。そうですね。やりたい機体、機体とスキンと、はい。スキンもかなり相当な数がもう今までの含めて用意されてますけど。そうですね、なんかエースコンバットインフィニティ、運営型のタイトルの時とかは本当いろんなスキンを提供させていただきましたけど、エースのナンバリングに関係するものは大体まあ一部ちょっとまだ抜けてるところもありますけども大体ご提供できたのかなと思います。だから製品発売時に全部ご提供させていただくっていうのはやっぱりちょっと期間的にもメカリードの体力的にもきつかったっていうのもありますので継続してね2年間製品発売後2年間経っても新しいコンテンツを出させていただけることができるっていうのは本当感謝してますし僕らには今その時間が必要だったなっていうのは思いますね。それから2年なのか。そうですよ、2年経ちました。でも2年経ってもこうやって新しく機体とかエンブレムとかスキンとか提供されてるとやっぱファンからはあれも出してこれも出してみたいな声がやっぱ多いんじゃないでしょうか。一応 DLC 発表したら反応見るんですよ。わーいって喜んでくれてるんだけど、もうまさに今回とかのやつもそうだけどシュトリゴン隊のスキンがありませんあれがないこれがない CFA44 だけで精一杯だったところにご指摘いただいてすいません次のダウンロードコンテンツで必ずっていうふうに新しいの出してもあれがないこれがないって言われてまた出してあれがないこれがないっていうありがたいんですよ、ありがたいですね、ありがたいことですけど超使いのデータ二宮さんとめっちゃ直し入れましたよね。入れましたね。はい。もうそのまま流用ってわけにはいかない。そのまま流用にはいかなかったですね。マーキングはぶっちゃけるとマーキング全部作り直しですよね。そうですね。あ、そうなの？はい。もともとの過去のデータの解像度低かったので、マーキングの場所とか意味とかがわからない部分があったので、神野さんに、はい、再度設定していただいて今回再現っていうことにしました。そうなんだ。はい。すっごい細かかったですけど、機能とあと文字列にきちんと整合性を出すっていうことと、あと見た目、赤ラインをきっちり入れたりとか、なんか見た目シャープな印象になったりとか、機体の裏側にきちんと電源ケーブル挿すところのマークつけたりとか、時間がようやくできたんです。その時にやっぱり人数は限られるんですね。制作する人間がたくさんいるわけではないので、なので力あるメンバー、二宮さんと一緒に仕事をしてくださってる方々にお仕事をお願いしている関係上、全部はちょっとさすがに網羅できない。今リリースできるタイミングでこのことはしっかり伝えていこうっていうことなので、たびたびダウンロードコンテンツリリースされるたびにいくつか修正があったりとかしますので、それは、ご了承くださいませ。今日の話聞いててなんかすいませんって思いました。何ですか？なんか会議とかでスキンもう一個増やせないのとかなんか気軽に言って申し訳なかった。それは全然大丈夫ですよ。
この配信してる時にはもうすでに発表されてるんですけれども、長いんでこれ読ませていただきます。エースコンバット S The Symphony 25th Anniversary という、オーケストラですね。一昨年前に羽田でやらせていただいて、非常に好評で、これ25周年でちゃんとやりたかったんですけれど、ああいう状況下で1年のみたんですけどやります。で、8月7日昼夜2公演、なんと大田区民ホール、アプリコ大ホールでやります。今回すごくないですか？すごいですね。そうですよね。なんとね、当日はゲストトークでカノンさんも参加されるんですよね。されますね、します。何の話するか相変わらず分からないですけど、多分小林にいじられるんだと思います。はい。この1年今年も含めてやっぱり僕らもかなり苦労しているのが、正直なところで、ファンの皆さんもなかなか思うようにいかない毎日を過ごしていらっしゃるかと思うんですよね。でその中で少しでも僕らで何かできることがないかって考えた結果、今回このような形でちょっと開発の現場のね、本当リーダーたちにスポットを当てて話を聞いてみるっていうのをやってみました。僕自身もあんまりそんなに細かいところまで一緒に話していくっていう時間はなかなか取れてないので、僕自身も楽しみながらお話を聞いていて、これがね好評だったらいろんなパートありますんで、いろんな開発者を呼んで話を伺っていければなと思ってます。なのでこういう時期ですけれども、少しでもファンの方々に楽しい情報が提供できればなと思っております。これからもエースコンバットシリーズどうぞよろしくお願いいたします。今このからも話あったんですけれども、ちょっと今なかなか思った通りに、行動できないっていう状況が続いてはいるんですけれども、そんな時にはですね、いっぺんもう一度コントローラー握って違う世界に行くっていうのもいいかなと思ってます。エースコンバット7、発売から2年になりますけども、先ほども申し上げましたけども、新しいファンの方々がどんどん増えてきてくださって、しかも、ね、若いっていうのがもう中高大学生が、初めてエースコンバットプレイしたっていう意見、データもあったりして、それは純粋に嬉しいなと思ってます。そうですね、今回ダウンロードコンテンツまた、新しく、実験機体セットがリリースされるんですけれども、戦闘機を作る人間の野望みたいなものっていうのが露骨に出ている非常に熱い、DLC になってます。そういう熱量みたいなものが、少しでも感じていただけたら幸いだと思います。はい、エースコンバット、チームに入って15年ずっと戦闘機だけ作ってきた自分がですね、こういう場所でちょっと発言というか喋るの苦手なんですけど、買っていただいてゲームにしてプレイしていただいた方々の素直な感想とか、こういう機体出してほしいとか、こういうスキン欲しいっていう素直な気持ちを自分自身が受け止めてゲーム、モデルを作っていくっていう、なんか幸せとか心地よさっていうのが身に染みてこの 1,2 年で分かったので、もっともっとファンに喜ばれる、そういうモデルとか機体とかスキンを作っていって、それがエースコンバット、26、27、3周年続けるようになればいいなと思っています。皆さんこれからもエースコンバットよろしくお願いします。